はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。今日はね、梅小路公園にねちょっと来てます。子供たちがね、あれは鉄道博物館の方から来たんだな。梅小路のね、昔のこう電車のね転換装置のある回転するねさあ、今回ねちょっと動画でね話したいなと思ったのはね、今ニュースに当然なってますね。お、何すごい寄ってくるね。ウクライナ問題ね。なんなんだこの鳩は。何君たち。平和の象徴だよね、鳩。鳩さん。日本はねこうして平和ですけど、ウクライナはねもうロシアにね侵攻されて、侵略っていう言葉をね日本政府が使い始めてましたけど、侵略だよねあれは。ちょっと本当にね心が痛みますよね。ああいうこの21世紀にねああいうことがまかり通る。もう本当武力でね侵略をするなんていう、それをね許してしまったらね、また他のね特に日本なんかはねロシアとも中国、そして北朝鮮、そういう国とね国境を接してるわけですからね。一言じゃないですよね。僕たちぐらいの世代だとロシアってね、ロシアっていうよりもソ連、古い名称のねその時代のソ連を構成してたねウクライナもソ連なんですけど、ロシアとはね兄弟みたいな国ですよね。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、その国がねいがみ合って戦うなんてね、考えられないね。なんか目が綺麗です。っていうかね、ロシアの人がね早くねこの蛮行をねやめさせなきゃいけないと思うんですよね。プーチンの蛮行をもう世界にね恥をさらしてるわけでね、こんな行為を許してたらね100年後200年後未来までね
もうロシア人っていうロシア人の名前をね汚すようなものですよね、本当。火の司だって綺麗だねこれ。こっちもすごいいい匂い。春日野っていう品種みたいですね。日本はね当然ウクライナとは別に同盟国でも何でもないですし、軍事的な支援なんてねできるはずもないんですけど、ただね G7 各国今協調してね経済制裁をねロシアに加えてますけど、これもボディーブローみたいなもんなんでね、これ2種類のなんかあれなんだ、接ぎ木になってんだ。ボディーブローみたいにね効いてきて、そういうことしかできないんですけどね。それでもねできる限りの支援をねしてあげたいですよね。そんな武力だけでね思いのままに操ろうなんてね、言うこと聞かなければ。以前もねウクライナの政治家がね毒殺されそうになってましたよね。毒盛られて顔がボコボコになってね。考えてみたらあの時代からねロシアっていうのはえげつない。あれもね犯人が特定はできてはいないですけど、確実にロシアのね機密組織が暗躍して行ったことでしょうからね。そのまたさらに10年後ぐらいに起きたクリミア半島のね併合、そして今回ね4年経ってまた最初はウクライナ東部への侵攻だけかと思ったら全土へのね侵略だったという、とんでもないよね本当に。でやってることっていうか言ってることがねもうヤクザなんだよね。本当にね。八重観光もうねプーチンの蛮行なんかね本当ね許したらいけないよね。すごいいいね。やっぱりバイリンはいいね。多分これからねますます原油価格やねガスの値段も上がって世界中がね
そういう意味では苦しい時代になるんでしょうけどね。あと今回ね、ニュースとか報道を見ていて思ったのはね、国連決議でね、ロシアがね議長国で否決するなんてね、今回のことをね、こういうなんか機能不全ですよね、完全に。もうだっていつの時代にね、第二次大戦の戦勝国で作った今の国連ですけどね、それ以前は国際連合だったんですよね。今ね、もうロシアみたいな国はね、常任理事国からとっとと外してしまってね、日本がついたらいいとかそういう問題じゃないんですけど、少なくともね、ロシアはこういう紛争当事国になったね、もうどう見ても戦争の日はねロシアにありますから、こういう国はとっととね常任理事国から外してね、新しいそういう枠組みじゃないけど、そういう時期なんじゃないですかね。そういうことをね、世界の人も感じてると思うんだけど、逆にそうしないとねダメだよね。ウクライナの人たちはね、侵略してくる敵をね、民間人まで一緒になってね戦ってますけど、一日も早くまた平和がね戻る日をね祈ってます。